それでは、エンタープライズイーサリウム技術を用いたサイバー脅威情報流通フレームワークに関する発表を NTT コミュニケーションズの西野から発表させていただきます。まず自己紹介から。NTT コミュニケーションズイノベーションセンターテクノロジー部門に勤務している西野拓也と申します。クローラーを用いたアクセウェブサイトの分析やサイバースレッドインテリジェンスの共有に関する研究開発を行っております。背景として、まずはインターネットに潜む脅威についてご説明いたします。従来から弊社はインターネットサービスプロバイダーとして、お客様が安心して使えるインターネット環境の提供に努めております。その一環として、業界と連携したサイバー攻撃の対処を行っています。サイバー攻撃への対処として、特に問題となっていることは、マルウェアと呼ばれるサイバー攻撃に使われる不正なソフトウェアの感染被害です。我々は研究機関などからの情報提供を受け、マルウェアに感染したお客様に注意喚起を行っております。また、法的に可能な取り組みの中で、お客様に安心してインターネットをお使いいただけるよう、感染の防止に関する取り組みも考えております。また、必ずしもマルウェアの感染だけでなく、脆弱な端末がインターネット上に放置されているという問題も無視できません。これは、ソホスというセキュリティベンダーが公開している資料ですが、場合によっては、サイバー攻撃がインターネット上への公開から1分未満で行われたということが報告されています。セキュリティレベルの低い端末を、とりあえずのつもりでインターネットにつないで侵入されてしまったという事象は、近年特に IoT デバイスで多く報告されています。現実世界のサイバー攻撃のスピードは、もはや驚くべきものであり、国内も例外ではありません。研究の一環として、我々もサイバー攻撃を観測するシステムを国内のさまざまな拠点に配置しておりますが、数時間以内にサイバー攻撃が発生することを確認しております。さらに言うと、十分なセキュリティ対策を行っているつもりでも、高度なサイバー攻撃を防ぐことは非常に難しいです。今年まさしく弊社でも起こってしまった事例ですが、多様化するサイバー攻撃を防ぐための不正アクセス脅威は、現在非常に身近なものになっています。高度なサイバー攻撃には、データを活用した対策が有益であるというふうに言われています。セキュリティの業界では、サイバー攻撃の防止や軽減に役立つ知識のことをサイバースレッドインテリジェンスと呼びますが、インテリジェンスに基づく活動をどういうふうに定量的に評価していけばいいのかということに関しては、業界のコンセンサスがまだ存在しておりません。つまり、各社、各組織のセキュリティチームがインテリジェンスを活用した対策を行っているとは発言するのですが、どういう情報に基づいて、どの頻度で、どれくらいの対策を行っているのか、ということを客観的に比較することは非常に難しい問題として知られています。また、インテリジェンスそのものの価値というものも非常に曖昧で、どのタイミングならば、どういう情報がいくらで提供できるのかということに関しても、適正価格がよくわからないということが、セキュリティベンダーの方も判断がつかないらしいというのが現状です。一つ例として、どの地域の経済活動が活発なのかということを考えてみましょう。これは宇宙から夜の地球を見た画像ですが、このように見ることができれば一目瞭然です。経済活動が盛んな地域では、一日中休むことなくエネルギーを消費しています。この場合、地域の明るさを比較することができれば、どの地域の経済活動がどの程度活発なのかということを観測することができます。インテリジェンスに基づいた活動の定量的な評価に関して、同様の手法を取り入れることができないのかというふうに私たちは考えました。次に、インテリジェンスの価値について考えてみましょう。プログラムの脆弱性に関する情報が一番わかりやすいとは思いますが、サイバーセキュリティの業界では、価値がずっと一定の情報ばかりを扱うわけではありません。タイミングであったり、資産価値に応じて、インテリジェンスの価値が大きく変動することがあります。ここでは一つ、宝くじを例に考えてみます。宝くじに記載された文字列は、当選が発表されたときに初めてその価値がわかります。
セキュリティの業界でも、そのタイミングになって初めて価値がわかるというようなインテリジェンスが数多く存在しています。例えば、マルウェア、つまり悪いプログラムがコンピューター上に存在するかどうかということを調べる方法の一つとして、ファイルハッシュを用いる方法があります。これは、それぞれのプログラムファイルの暗号学的ハッシュを計算して、対象のマルウェアが存在するのかしないのかということを調査する手法です。攻撃が流行しているタイミングというものは存在していますが、セキュリティの場合、いつ当たるかわからない。それは基本的に攻撃者のタイミングによって決まるといった問題があります。つまり、保有しているインテリジェンスの費用対効果に関して、攻撃がなければ無駄な対策だったのではないかというふうに考える担当者もいます。我々が今回エンタープライズイーサリウムを採用した理由は大きく分けて2つあります。1つは、インテリジェンスに基づいた活動をフレームワークすることで、関係組織のアクティビティをチェーン上へ1箇所に集めて、客観的に比較評価したかったからです。2つ目は、関係者間のセキュリティ投資に関して、コストの面での合意を取ることです。実は、プロジェクトを始める前の事前アンケートで判明したことなのですが、セキュリティと一口に言っても、攻撃者的な観点なのか、防御者的な観点なのかで、投資したい金額に10倍以上の差が出ることが判明しました。つまり、防御する側はあまりお金をかけたくないということです。そのため、やはりサービス担当者によるセキュリティ意識の違いというものが対策面でも如実に現れることが分かりました。セキュリティコストに関して、異なる価値観の人がいてもいいじゃないかと思う人もいるかもしれません。しかし、サイバー攻撃を行う攻撃者は、攻撃しやすいポイントを見つけて、そこから攻撃を関係組織に水平展開していくような手法は多く見られます。これは、ラテラルムーブメントと呼ばれる攻撃手法なのですが、弊社もその攻撃の被害に遭っております。弊社の場合は、撤去予定のサーバーから攻撃者の侵入を許してしまったのですが、撤去予定のサーバーを管理する担当者と、高い収益を生み出すサービスの担当者では、セキュリティ対策に関して同じ価値観を共有することはやはり非常に難しいです。当然、それを補う存在として、前者のセキュリティ部署も存在しますが、漏れのない監視を細部まで行うには、現場の担当者の力添えが不可欠です。漏れのない、例外のないセキュリティ基準を達成するためには、インテリジェンスの価値に関して、コミュニティで同一的な同意を取る必要があるでしょう。それでは、弊社が開発したメテムサイバーというサイバー強インテリジェンス流通フレームワークについてご紹介させていただきます。機能の説明になりますが、インテリジェンスを使うためのトークンを利用して使うことができるスマートコントラクト、スマートコントラクトによって状態が管理されている現実のプログラムという3つのコンポーネントが存在します。それぞれ CTI トークン、CTI オペレーター、ソルバーという名称で各コンポーネントを呼んでいます。ブロックチェーン上にインテリジェンスの売買やインテリジェンスに関する利活用の情報を記録しておくことで、インテリジェンスを誰がどのように利用したのかをステークホルダーの間で共有することができます。この活動を見ることで、インテリジェンスの利用に慣れていないユーザーは、パワーユーザーがどのようにインテリジェンスを扱っているのかということを真似ることができるというふうに考えております。また、インテリジェンスの配布コストを設定する機能があるのですが、これによってコミュニティがどのようにコストを分担するのかということに関して合意を取りながら進めることができます。わかりやすく言うと、一般のユーザーにとっては、インテリジェンスの売買機能があるというふうに思っていただければいいかなと思います。メテムサイバーの中で実現されている最も単純な機能は、使い捨てリンクの共有と呼ばれている機能です。オペレーターはブロックチェーンの世界と連動して、現実の世界に対して特定の操作を行うことが可能です。このオペレーターと呼ばれる存在は、実質的にジョブスケジューラーのようなもので、現実のプログラムを起動したり、正常終了したかどうかを確認するためのスマートコントラクトになっています。ソルバーの処理結果は、ピアツーピア接続されたデータチャンネルを通じて受け取ることができます。利用者は一定時間だけ有効なダウンロードリンクを受け取ることで、インテリジェンスデータ本体をダウンロードします。一見複雑な処理に見えるかもしれませんが、実際のインテリジェンスの中身と利用に関するメタデータを分離することで、インテリジェンスに基づくセキュリティ活動の高い観測性と
データそのものの機密性を両立するようなプラットフォームになっています。エンタープライズイーサリウムの技術的に有益な部分でもありますが、普段は友好的な関係であっても、意図しないインシデントが発生して、一時的な利害関係が発生するというような場合に、プラットフォームをどう負担しちゃうのが良いのかという問題にうまく対応してくれることが分かりました。今回はコンセンシスコーラムを交えることで、比較的容易に要件を満たす実装を行うことができました。また、余談ですが、組織間のプライベートトランザクションが発行できるという点も、情報の機密性次第では非常に有益な機能であるというふうに考えています。現在、メテムサイバーは実証実験を行っており、我々が提案するこのフレームワークが、インテリジェンスに基づくセキュリティ活動の問題をどの程度解決してくれるのか、ということを、社外の参加希望者と一緒に精査している段階です。一つの案として、サプライチェーンのセキュリティ健全性評価に使えるのではないか、というふうに考えております。メテムサイバーは、インテリジェンス活動のモニタリングやコラボレーションを促すためのフレームワークですが、これはデータに基づいたセキュリティ対策をどれくらい行っているのかというふうに言い換えることができます。いわば、セキュリティオペレーションの万歩計というものを想像してもらえれば分かりやすいかもしれません。対策を行っている人は、たくさん万歩計が動きますし、対策をしていない人は、万歩計の数字が伸びません。これによって、サードパーティーのセキュリティ体制を評価するということが可能になると考えています。また、万歩計の数字が伸び悩んでいる組織は、データに基づいたセキュリティ対策があまり得意ではないというふうに言い換えることもできます。不慣れなユーザーが少ない稼働で簡単に対策を行っていくにはどうすればよいのかということをコミュニティ全体で考えることで、インテリジェンスそのものの分かりやすさ、アクションのしやすさといった様々な点を向上させることができます。また、パワーユーザーからのセキュリティトニーニングの提供といった手法も組み合わせることで、セキュリティ初心者を置いてきぼりにしないという対策をサプライチェーン全体に適用することができます。組織を超えたセキュリティ貢献の定量評価、パワーユーザーのインテリジェンス活動が模倣できるという利点から、コミュニティのセキュリティ活動の底上げを期待できるというふうに考えています。この結果として、実際にサプライチェーン上のセキュリティ検定性がどう変わっていくのかということを確認していきたいと思います。まず、データに基づいたセキュリティ対策が不慣れな関係者を見つけることで、データに基づく最新の対策を行っていないポイントをあぶり出すことができます。言い換えると、攻撃の起点となりそうなサプライチェーン上の弱い部分を攻撃者よりも先に見つけ出すことが可能となります。鎖の強度は最も弱いつなぎ目で決まるという言い方をすることもありますが、その場所を特定することで、サイバー攻撃の水平展開を予防したり、セキュリティ的な支援を行うことで、無理や例外がないセキュリティ水準の達成を効率的に行うことができると考えています。次によく問題となるのは、投資バランスとセキュリティコストの負担です。これはサプライチェーンに限った話ではありませんが、関係者のパワーバランスが同じであることはほぼありません。強い立場の組織からセキュリティ対策を万全にしてほしいという要望を出すとき、人件費などを含めたコストの観点は非常に楽観的になりがちです。また、情報提供に関しても実は同様のことが発生しており、調べるコストはタダであるというふうに考える人も少なくはありません。最も重要なことは、お客様をサイバー攻撃の被害に遭わせないことです。当然、セキュリティ対策も持続的で機能的でなければ意味がありません。そのためには、コストを可視化するということが非常に大切になってきます。セキュリティ対策を実行すれば、人や物やお金が起きます。当然、そのフィードバックをインテリジェンスとして提供するということになれば、配布コストに跳ね返ってくることになるでしょう。これは、イーサリウムのウォレット機能を用いて実現していますが、何にせよ、コストの可視化、分担、比較ができるということは、持続的なセキュリティ対策として非常に重要なポイントです。インテリジェンス駆動のセキュリティオペレーションというものを考えるにあたって、サイバー攻撃の脅威だけでなく、実効性や人件費の観点からも考慮する必要があるでしょう。一般的に一時的なものだからといって導入されるセキュリティ対策は、非常に長い期間残り続けることが多いです。なぜかといえば、使いにくさや不便という点は、セキュリティ担当者があまり気にしない観点だからです。メテムサイバー上では、ステークホルダーからインテリジェンスを受け取ることによって、適正なフィードバックサイクルを回すことができます。
これによって、振り返りをしないセキュリティ対策を避けることができます。インテリジェンスのライフサイクルマネジメントを通じて、現場のスタッフの声を効率的に収集したり、セキュリティ対策のベストプラクティスの更新を行うといった活動ができるようになります。それではまとめに移ります。エンタープライズイーサリウムを採用することで、インテリジェンスの価値に関する合意形成をコミュニティ主導で段階的に行うことができるようになりました。インテリジェンスの消費と生産のサイクルを通じて、コミュニティにおけるステークホルダーのサイバーセキュリティ健全性を明らかにすることができます。インテリジェンス駆動セキュリティオペレーションをステークホルダー間で客観的に評価するために、メテムサイバーと呼ばれる分散型サイバー脅威情報流通フレームワークを開発しました。メテムサイバーのユースケースの一つとして、サプライチェーンにおけるセキュリティ健全性評価への適用を考えています。以上で発表を終わります。ご覧いただきありがとうございました。